皆さん、今日は日本の妖怪についての話です。彼らは暗夜を裂く不気味な叫びと寒気をもたらす静寂の狭間に潜み、人々の理性を崩壊させるほどの恐怖を放ってきました。しかしその中でも特に恐れられた妖怪とは一体どのような存在なのでしょうか。今回は人々の記憶を凍りつかせ、時代を超えて呪詛のように語り継がれてきた日本最強の妖怪たち、その正体と背後に救う黒い影のような恐怖に触れていこうと思います。どうか心してご覧ください。動画の途中ですがチャンネル登録、良い評価をお願いします。1、日本最強の妖怪に迫る。妖怪と聞くとカッタや鬼、六六尾、天狗などどこか愛嬌や奇妙さを帯びた存在を思い浮かべるかもしれません。しかし古来より語られてきた中には、夜道を歩く者の足を凍てつかせ、村全体を阿鼻叫喚へと陥れるほどの異形も存在します。姿なき気配、血の匂い、異様な視線、耳鳴りにも似た遠吠え、その全てが人間の理を超えた世界へ誘い誘う入り口なのです。今宵はその中でも特に畏怖の対象となった妖怪たちをご紹介し、その内容に潜む狂気へと迫ります。2、日本最強の妖怪ランキング。まずは多くの地方伝承や文学において最も恐れられた妖怪をランキング形式で挙げましょう。第3位、牛鬼、血濡れた大地を踏み荒らす異形の暴君。第2位、ヤマタノオノチ、大地を貪り天を睨む巨大なる破壊神。そして第1位は九尾の狐、人を惑わし国をも滅ぼす妖艶なる魔性の枷。なぜこれらの存在が何百年にもわたり畏怖の対象であり続けたのか。今その理由を見つめ返すような語りに耳を傾けてみましょう。3、最強妖怪、九尾の狐の物語。九尾の狐は古来より恐れと憧れ、欲望と破滅の象徴として伝えられてきました。彼女は人の心に潜む弱さを餌とする妖魔、絶世の美女に化け、甘い微笑みで権力者を翻弄し、民を絶望に突き落とします。平安時代、賜物前の名で宮中に現れた狐が天皇を病魔のごとく消耗させ、国を揺るがす最悪の根となった逸話はあまりにも有名。その美貌の裏には黒く濁った瞳が隠されているかのように、人間の欲望を見透かし、もてあそび、最後には全てを壊す。時を超え国を超えて九尾の狐は今も人間の心の闇の中で微笑んでいるのかもしれません。4、伝説の怪物、牛鬼の脅威。牛鬼は瀬戸内地方を中心に語られる血と泥の匂いを放つ凶暴な怪物です。巨大な牛の頭部と人間の異様な胴体、その姿は悪夢の産物そのもの。野因に紛れて村々を蹂躙し、屍を積み上げるような破壊の足跡を残したとされます。特に水辺を好むと言われ、その地に現れる前兆として静かな海がまるで血の混じったかのように赤黒く染まるのだとか。夜の闇を切り裂くような牛鬼の方向は未だ伝承として生き続け、その存在を思い起こすたび人々の背筋を凍らせています。5、恐怖の無限化人魚の呪い。幻想的な美しさを持つ人魚、しかしその麗しき姿は人間を破滅へ導く罠とも言えます。日本の古い伝承では人魚を捕らえることは禁忌でした。もし彼女を食らえば呪いは血筋を絶やさず、家族子孫へと織り込まれるように不幸が重なっていく。ある漁師が人魚を捕らえ、その肉を分け与えた村では奇病、凶作、落命が次々と連鎖したといいます。美と残酷、生命と死が交差する深海の闇。人魚は声なき嘲笑を波間に残し、人間の罪を見届けるかのように消えていくのです。6、実際の目撃談と現代の妖怪。奇怪な生物の目撃談は現代でも語を立ちません。深夜山間の細道で異様なほど巨大な影が立っていた河原で写真を撮ると、カメラの隅に不気味な面相の小さな人型が写っていた。嘘か誠か定かではありません。だが不気味なものを求める人間の心理は虚実の境界を曖昧にするのでしょう。これらが本当に妖怪なのか、それとも人間が自らの恐怖と欲望で生み出した幻影なのか。真相は闇の中に溶け込むままです。7、恐ろしい妖怪に隠された真実。妖怪伝説はただの怪談ではありません。そこには人間が理解できない世界の利断りや社会が抱える不安と脅威、自己欺瞞が潜んでいます。九尾の狐は権力に溺れる愚かさを、牛鬼は自然災害や得体の知れぬ外的の恐ろしさを、人魚は禁忌を犯す人間への報いを映し出す鏡なのかもしれない。妖怪は人々が共有する内なる闇を具現化し、警鐘を鳴らし続ける存在なのです。8、世界の妖怪と日本妖怪の比較。異国の伝承にも夜に咆哮する怪物や血を吸う吸血鬼、満月に吠える人狼がいます。けれど日本の妖怪はより多彩な姿を持ち、何気ない日常や特定の風土に深く根ざしています。そこには単なるモンスターとは異なる人間の営みそのものに絡みつく得体の知れぬ何かが存在する。この多様性が
不気味なほど芳醇な妖怪文化を生み出しているのでしょう。9、妖怪が持つ力と科学的解釈。科学的視点から見れば、鬼火は自然ガスの燃焼、カッパは巨大な亀の見間違い、牛鬼やヤマタノオロチも単なる巨大生物の伝聞かもしれない。だが、そうした説明で拭いされないほど、人間は彼らの存在に怯えてきた。なぜなら、妖怪はただの未確認生物ではなく、人々の不安や恐れ、絶望が生み出す象徴的存在に他ならないからです。科学が追いつけぬ隙間から、妖怪は今も私たちを見ているのかもしれません。10、まとめ。今回、私たちは深い闇に潜む最強の妖怪たちとその物語を目撃しました。彼らは単なる脅し文句ではなく、時代と空間を超え、人間の心を震え上がらせる深淵の具現です。妖怪の語り部となる伝承はいつしか土地や文化の根に張り巡らされ、私たちの想像力をかきたて続けます。それではまた次回共にお会いしましょう。お楽しみに。